テキラードとジョンです。というわけでね、今日はね、久しぶりに食い火やっていこうかなと思います。食い火がやりたいからですね。先日ね、プランニングの動画出した時にちょっと食い火の話を出したんですけど、そんな話してたらちょっとやりたくなったということでね、17でも食い火できるかなというところで、ちょっとね、クラン対戦なんですけど、やっていきたいと思います。せっかく初見の村が残ってるんでね。というわけでね、ちょっとプラン書いてみようかなと思います。はい、というわけでね、ちょっと書いてみたんですけど、やっぱクイヒーはね、久しぶりにやると相当複雑なプランになりますね。これ全部うまく決めたとしても、全回取れるかどうか結構わかんなくてっていうのも、クイヒーなんてものをね、やったのが超久しぶりというので、感覚がわかんないからですね。かつ、プランニングで若干怖いなっていうところがあるっていう感じかな。なんか全部余力残ったらいけそうな気もするんだけどぐらいなんですけど、あとはラバルがどれだけ強いかですね。V 比に合わせる戦術として、ちょっと今回ラバルを選択したんですけど、そいつが仕事できるかどうかは結構大事になってきます。タウンホール17のラバルが結構弱い感覚をね、以前見てあったので、それがどうなるかってところもあるかなと思いますが、ちょっとプランね、まず順序通りに書いていこうかなと思うんですけど、まず食い火しますと。で、食い火に関しては、この辺をスタート基軸に、こういう風なルートを見ていますと。で、ウォールブレーカーに関しては置いてある通りですね。ワンチャンここの出口を開けるかどうかは決めたいなって感じ。時間的には多分足りてると思うから、タウンホールからの横打ちが結構シビアになるから、穴開け、一応ウォールブレーカー4枚持ってくんで、出口の方も作ろうかな。ウォールブレーカー4枚こういう形ですかね。で、同時並行で逆サイドロイヤルチャンピオンをこの区画だけ取りに行きます。インビジブル2枚のリターン型のエレクトロブーツですね。この区画さえ取れればいいっていう形で、ランチャーまっすぐタウンホールに向けて取りに行きます。で、スケルトンの呪文をここロックしてもらうようなイメージですね。で、タウンホールに関してはランチャーで取りたいです。ランチャーってか真ん中マルチとタウンホールに関しては中身のイエティでね、レイジでタウンホールプラスアルファここは取りたいですと。イメージだいたいこんな感じで作ってて、そうなると残りがね、下側になってくるんですけど、大きく分けて、こういうところがね、残ってくるんだけど、ここをどう取るかっていうところをね、考えなきゃいけなくて、まず、くじ側の崩しで見たときに、空に防衛し、対応できる防衛施設が結構弱いなってことに気づきましたと、こことこことここって感じで、くじサイド結構、陸に対しては結構めんどくさいんだけど、空に緩めだなっていうところなので、ここのバルーンで削りつつ、ベビドラサイドカット、本当はね、ガゴプリ短期突っ込もうと思ったんだけど、アングリージェリー使っても強いかなと思ってた区画なんだけど、そういった理由で、わざわざなんか、緊急性がないなって感じなんだよね。空に対応する防衛施設がないから、実質ここの内側だけなんで、アーチャーターンのタゲ取れればいいんで。ってなった時に、アングリージェリーでわざわざ突っ込む必要がなくて、外周部やベビドラでサイドカット干渉されないんで、テスラがなければ。アイゴレで外側引っ張って勝利しつつ、やっていくと、なんか普通にね、投石からずっと殴られようが、アングリージェリーで突っ込むよりも、フェニックス型の方が仕事するかなっていうところ。特に、こいつがこういう風な向きで向いてくるんで、ワンチャン、フェニックス型の方が伸びるかなっていうところですね。なので、くじサイドの崩しは、キング今回持ってかないんですけど、ガーゴイルプリンスで見ていくことにしました。ガゴプリ短期もね、結構あんまり使ってくること少なかったので、忙しいかもしれないけど、大変そうですね。プラン的にやっぱ、普段の編成よりやっぱクイヒって忙しいね。これ組んだだけで忙しいわ、もうやめたくなってるもん。ロケバルですね。ロケバルはこいつの解除、ポイズンターンの解除および空罠の解除を事前にやりたいですっていうようなロケバル。バルーン1からのロケバルとかで行きたいかな。ホーミングでロケバル落ちるのがもったいないので、奥にロケバル進んでほしいっていうところで、ホーミングとかテスラとかもあるかもしれないんで、バルーンでモノリスのタゲ取りつつ、ホーミングあったら拾ってもらって、ロケバル多分2体ぐらい投げると思うんですけど、モノリスに刺して、トラップチェックおよびポイズンターンの解除を狙っていきますと。で、イエティは、ワンチャン対空まで折れればいいなぐらいで見てます。もし余ったらロケバル少しだけもうちょい余力があるので
ここをね、イエティロケバルで取りに行くようなイメージです。こうなって、ここが潰れてるので、青ペンに変えようかな。そうすると、残りがこういう感じになってくるんですけど、あと内側ね。この一直線をラバルで見ていこうっていうようなイメージですね。残った防衛施設はどう見ていくかっていうところ、もちろんウォーデンのトームを合わせてここは突っ切っていきます。さすがにこの6軸角ぐらいはね、ポイズンターンの解除まで丁寧にやるつもりなので、空に対応するところがここら辺、トームかかってるってなると、さすがにバルーン、ラバルね、弱いとはいえ突破してほしくて、で、そうすると内側ですよね。内側が残ってきて、ここが今回一番ちょっとどうなるかわかんないなと思ってるところなんですけど、そこが結構しんどそうかなと感じてるところです。はい。6時が突破する前提でね、したときに、内側これ、龍炎砲がこういう向きなんで、龍炎砲は無視できてると。で、インビジブルタワーがあるんですけど、こいつはしょうがないです。食らっちゃうんですけど、マルチ IT2 本がね、多分ラバル結構しんどいなーって感じたんで、ドラゴンライダーをね、2体持っていくことにしました。もうマルチ用ですね。これを最初から当てるか、マルチがむき出しになってから当てるかをちょっと悩んでるって感じですね。うん。ラバルの火力が足りてなさそうだったら、初手でここのマルチアーチャータワーとモノリスのところにピン刺しでポンポンって置くの強そうなんだよな。バルーンと一緒に。どうせ絡むしね。だからそういう出し方しようかなと今のところは思ってるんだけど、って感じが一応僕の描いたプランズ。で一番怖いのがね、タウンホールがなかなか壊せずにタウンホールの横打ちでヒーラーがやられることですね。で、それを避けるためにフリーズをタウンホールに打つことになると、呪文が結構そっちに使わされることになっちゃって、自利品になるみたいなことがありそうなんで、フリーズ1をね、ヒーラー用という陰陽なイメージで、ちょっとここを打つことを念頭に入れといた方がいいかなとは思ってます。うん。ヒーラーの角度は一応気をつけては打つんだけど、タウンホールのね、射程は長いんで、ランチャー結構早めに入れてあげる必要があるかなっていうところと、クイヒーと同時展開でロイヤルチャンピオンも展開しなきゃいけないんでね、インビジブルのタイミング、結構インビジブル今回2枚しか持ってこないつもりでいるんで、カツカツなんで、マジで、ちょっとね、被弾するぐらいはしょうがないかなと思ってるんだけど、全てを完璧にこなさないといけないかなっていう感じですね。ぶっちゃけね、今の現代の戦術なら全てを完璧にこなさなくても全開が取れる環境なので、ここまでする必要はないんですけど、自己満ですね。ちょっと実際にどうなるかわかんないんですけど、早速攻めてみますか。緊張しますね。一応ね、スキンはね、全部揃えました。ロイヤルチャンピオンこれかっこいいよね。さあ、どうなるかな。なんだっけ。ニージーも完走しました。アングリジェリーじゃないわ。あれ使えないんですよね、今回。フォーミングチェック。今回ちょっとテスラそこか。なるほど。これはちょっと確定数ずれるな。ゆいちゃんは大丈夫そう。どうだろう、これ。フォーミングチェックは入れとこ、ここ。テスラそこね。了解。タウンホールは大丈夫そうだな、これ。援軍もそこで釣れる？うん。タウンホールからの横打ちがなくなったので、ここは、ボールブレーカー使いませんでした。ちょっと援軍くんのかかるな、これ。ネクロ足遅っ。これでもそんなに待つ必要ないんで、ちょっと早く来てほしい。遅っ。あれアングリジェリついてんだけど。あれおかしいな。おかしいな。それはそれでって感じ。イエティは全然仕事してないね。いや、ちょっとね、思ったより数が足りなかったんで。ポイズンタワー解除できないか。しょうがない。
こうしようかな。ロイちゃんが余った。想定と違うけど、まあそれはね、よくあることなんで、リカバリーでいろいろやっていくしかないんですよね。これいけそうじゃない？やべ。フリーズ余ってるんで、こう使いましょう。クイーンも能力余ってるんで、能力割いて、インビジブルタワー帰ってきちゃうと、それが一番の負け筋。ボールブレーカー割いて、いったね。おー、食い火決まった決まったけど、まあ、そんなに悪くはないけど、思ったよりユニットのワックスカツカツだな、やっぱりこれ。よかった。はい、というわけでちょっと見直してきますか。まあ、そうだな。ロイちゃんパートは綺麗に決まった。まあ、テスラあっても足りるよなって思ってたんで、しっかり決まってましたね。で、真ん中ランチャーパートも結構タイミングよく決まってましたね。援軍にちょっと時間取られたけど。あとはガゴプリの、なんか、てか、俺攻める前フェニックスにしたけど、戻っちゃった？うん。こういうバグよくあるからな。援軍バグもなんか最近めちゃくちゃ多いし。まあ、多分戻ってたんだろうな。ヘッドから。で、フォーミングチェックのバルーンはここでも一応入れます。で、ロイちゃんはね、次、現れるタイミングで回収してあげて、この辺も見えてたし、レイジちょっと浅めだったかな。もっと奥に使ってよかったかな。レイジの位置良くないね。まあ、どっちにしろこれ以上破壊できるかって言ったらないんですけど、マックス綺麗にかけるならここ、あれってか、イエティ持ってきてなくねそうそうイエティダメだったかじゃなくて、イエティがいなくねこれ。イエティがいないじゃん。笑った。こいつの解除できなかったなぁ。まあ、かなり丁寧に援軍処理はやりました。まあ、時間かけていいところなんで。でまさかの、ガゴプリと。まあ、一応ここアイゴレでタゲ取れてるね。うん。アイゴレでタゲ取れてて、相手のクイーンと当たるところも大丈夫。クロスアローやっぱ強いね、この辺。で、ホーミング当たったの見て、ガゴプリ能力発射。ホーミング解除とか、トルネード解除とかね、めちゃめちゃありそうだったんで、やりたいところしっかり決まってはいるんだけど、話が違うと。で、ここでドーム入れていきます。クイーンがね、やっぱここ壁開けしてあげなかったことで、独自のルートを作りましたね、このクイーンが。それはそれで強いかな。で、トルネードやっぱ事前解除強かったですね。で、ロイヤルチャンピオンを出してあげつつ、ストライカーを相手のね、ガゴプリ処理に出しちゃったんで、今回は、こういう形になりまして、その壁殴ってるならこのアーチャータワー浮くよねってことでアーチャータワーにバルーン出して、昔から食い引いて結構アドリブ大事なんで、こうしてね、とっさにじゃあ起きたことに対して対応していくっていうところで、で外側切ってあげることでロイヤルチャンピオン戻るので、インビジブルタワー帰ってきちゃ困るので、そこフリーズ合わせつつレイジ置いて、ウォールブレーカー、ウォールブレーカー。この辺は特にやることがなくなったやつ。いや、なんか昔ながらの食い火した感覚あるけど、なんか食い火ゴリゴリっていうのはちょっと今の環境的に難しいので、あれだけど。なんか懐かしいな、食い火。はい、というわけでね、2本目ね、ちょっとこちらのプランをね、終わってから考えてみました。こんな感じにしようかなと思っております。1本目の感覚だと意外とね、火力的な部分は抑えられそうっていうところなんだけど、ちょっとね、こっちはね、さっきよりもちょっと怪しい気がしてて、時間の方がね、結構怖いなって感じてます。大まかなプランに行きますと、クイーン、この辺スタートするんですけど、イメージとしてはぐるーっといって、こういう風なルートを見てます、クイヒーね。で、同時並行でロイヤルチャンピオン、ここ削ります、ここ削ります。で、リターン型回収するようなイメージですね。サイドカットみたいなもんかな。ロケバル回収をしつつ、ベビドラサイドカットをして、で、援軍がね、多分ね、ロイちゃんで少し釣れつつ、
多分全部は釣れないと思うんで、ここクランジョね、釣れる角度なんで、食い火で援軍を処理しに行きます。で、援軍の中身によってかなり時間かかるかなって感じですね。陸横電型のやつ、懐かしいですね。ぶっ放すんですけど、こんなイメージで貫くような感じ。まあ、キングクイーンと、ロイヤルチャンピオンがね、また帰ってきますんで、ロイヤルチャンピオンも追加で見ていくと。で、余った部分が、まあ、こっちは食い火で見れる。ここら辺がね、まあ、内側から、まあ、ロイちゃんなりでされるかなって感じなんで、まあ、できる限り見つつ、で、下がここ削っとくおかげでね、横打ちもなくなりつつ、流れるみたいなのもなくなるんで、まあ、おおよそこの裏の区画が残ってくるんだけど、何で取ろうかなって思ったんだけど、ちょっとね、クロスボウがね、全部上向いてる関係でやりづらくはあるんだけど、ロケバルぐらいしか、ウォーデン使えないで回収するってなると、ロケバルぐらいしかね、微妙かなって。スーパーバーバリアンもね、昔の感覚だと、相手のキングの処理できたりとかもできるんだけど、ちょっと防衛施設でポイズンタワーあるってなると、やっぱね、微妙かなっていうところなので、まあ、最終的に集まったヒーローたちと合流するような形でロケバルをね、これはもうプランニングっていうよりは、もう合わせて使っていくしかないですね。実際に状況を見て使っていく感じ。でも陸横電型って結構あれだしな。そんなに時間かかんないからな。今まで。それ加味すると結構時間は足りてるかな。怖えな、でもこいつ怖えわ。この対空砲怖えな、ちょっと。で、細かいとこアーチャー使うんですけど、アーチャーを、こことここ使って、外周広がんないようにここ削りますと。そうするとクイーンがね、無駄な動きをせずに、こう動いて、この辺打ってくれて、まあ、対空とかをちょっとね、スルーするパターンだったり、壁の中に入って、まあクイーン内側入ってもまあ最悪か。この要素あるな。なんとかなるかな、でも。で、こっち側の回収もね、アーチャーが、ロイちゃんのね、削りによってできるような状況になってるので、この辺ぐらいまではアーチャー回収を持ってくるようなイメージで、まあ、残りは裏ですね。金庫とか残って、キングがいるってなると、まあ、ロケバル回収することもあって、回収裏はガーゴイル持ってこようかなっていう感じですかね。はい。通常バルーン意外といらないな、これ。通常バルーン刺すとこが少ないか。バルーン減らしてガーゴ増やそうかな。こんな感じで。いや、ちょっとこれはいけるか、だいぶ。感覚的には、きばいんだけど。余力はありそうなんだよな、うちが援軍処理できてれば。よし。早速やっていきますか。いきまーす。ロイちゃんから入ろうかな、これ。時間ない言うとるのに、ロイちゃんから入った方が確実なんで。援軍は全部出たね、これで。OK。意外といけそう。クイーン逆走しないでね。なんか変な壁殴ってんな。この壁殴りめっちゃ良くない。よしよしよし、戻った。ヒーラー釣られないでね。オッケー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 。であればめっちゃ良くて。やべ、ロイちゃんとあれ出し間違えた。ゲキングか、これ。まあ、しょうがないね。打つしかなくて。ちょっとトーム温存しましょう、これ。対空砲は内側。ウォーデンが。あいつか。遊園砲か。ちょっとクイーンの進みが悪かったせいで、こうなったのかな、これは。ロイちゃんどこにいるこれ。ロイちゃんもここレイジ置いちゃおう。で、モノリスに頑張ってもらって、ロイちゃんはここ。ですよな。オッケーオッケー。おー、ナイス。思ったより余裕だった。時間も全然余裕あるね。オッケー。
まあ、やることないんで。軍投げて終了。おお、結構余裕だったな。援軍処理が結構スムーズに向かったっていうところかな。やったー、全開。はい、というわけでリプレイ見ていきますか。うん。懐かしの食い火。まあ、さすがに陸横伝型は時間かかんないか。一応、ロイちゃんから入るっていうところと、まあ、ポイズンが全部援軍に当てれるっていうのもちょっと美味しいところだったね。まあ、クイーンの横の動きはあんまり理想的な展開ではなかったけど、これはかなりいい展開作れたかな。まあ、ホグで援軍に余ったら取ろうと思ってたんだけど、やっぱロイちゃんだけで援軍釣れましたね。うん。で、地味に気をつけてたのかな、おでん像のタゲで、ベビドラね、タゲがギリギリ入るんで、スケで、ほら、おでん像のタゲをスケルトンに変えたことで、ベビドラがターゲット取られずにサイドカットできるっていうところですね。で、これタゲがね、相手のクイーン入ってるんですよ。それを見て、相手のクイーンを処理しに行きますと。ここさえ処理しちゃえば、クイーンが戻ってくれる状況。ちょっと、キングとウォーデンが、龍炎砲かな、ダブル龍炎砲で、後ろにいるとはいえ、タゲ取られちゃった感じか。まあ、モノリスのターゲットがキングが入ってたので、まあ、ここはちょっと抑えたいなってところだったんだけど。ああ、龍炎砲ですね。こっちの龍炎砲だ。うん、なるほどね。一応ホーミングチェックのバルーン通しつつ、イエティにレイジ。真ん中マルチは結構取りづらい位置なんで取りに行ってもらって、で、ロイちゃんにもレイジ。今回インビジブルちょっともう1枚持ってくるかも悩んだところなんだけど、HP も減ってるっていうところと、能力のね、関係上でここはヘイストホグじゃないや、ホグ人形で突破する方が強いなと感じたので、ここは突破しに来ました。で、あとはロケバル回収なんだけど、うん。まあ、ここロイちゃんで落とせそうっていうのも見えてたし、まあ、相手のね、キングと重なるところ、レイジフリーズ重ねてストライカーも、そう、言わなかったけど、ストライカー1体だけキング用に残してるんですよ。プランの時言えばよかったな。終点のキングの回収必要になりそうなので、ストライカー1体だけ残してて、まあ、あとは余ったユニット展開しての終了って感じで、2本とも結構、復帰戦にしては悪くないな。前回取れましたね。びっくり。はい、というわけでね、本日はね、クイヒーをね、クラン対戦やっていきました。ちょっとレジェンドリーグでやろうとは全く思わないレベルなんですけど、まあ、こうやってね、ちゃんとプランニング立てて、しっかりね、攻めてみるっていうのは、なかなか普段やらない分、久しぶりになんかプランニングしたなー、クラクラやってるなーって感じ。まあ皆さんもね、ちょっと昔やってた戦術とかもしかしたらね、今やってみると楽しいかもしれないんで、まあ、結構ね、タウンホール16、17ってやっぱルートライダーとかドラゴンばっかになってると思うんで、まあ、ラバリやってみたりとか、クイヒーやってみたりとかね、ホクやってみたりとか、新しい発見とかもね、あるかもしれないんで、やっぱゲームなんでね、楽しんでやるのが一番ということで、僕の中で一番楽しい戦術クイヒーを久しぶりにやってみて楽しかったです。はい、というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、また次の動画でしましょう。さよなら。